劇的な進化を遂げ続ける機体、ウィングガンダムゼロ、エンドレスワルツのプラモデル進化の歴史。ウィングガンダムゼロカスタムは、OVA、新機動戦機ガンダムウィング、エンドレスワルツで登場する機体です。この作品は、テレビアニメ、新機動戦機ガンダムウィングの続編として制作されましたが、原作とは、デザインが大きく異なっています。それは、最初にテレビで放映されたアニメ版は、他のガンダムシリーズを担当していたメカニックデザイナーの大河原邦夫氏によってデザインされ、エンドレスワルツでは、テレビアニメの適正力、オズのメカニックデザインを担当した加藤はじめ氏によってデザインされているからです。しかし、デザインこそ全く違いますが、テレビ版と映画版における設定上は同一の機体です。加藤はじめ氏曰く、こうしたデザイン違いは、エンドレスワルツがテレビ版のカーテンコールであるという位置づけから、ファンサービスを充実させた結果であるとし、テレビ版に対するパラレルワールド的な要素であると説明しています。ウィングガンダムゼロカスタムは、背中の大きな翼が特徴的です。過去のガンダムたちは、兵器としてリアルなデザインでしたが、生物的な翼を装備したガンダムはとても斬新で、ロボットらしくないという捉え方もできますが、非常に美しい翼を持ちながら、全体的にデザインがまとまっていることから、非常に人気のある機体です。今回は、そんなウィングガンダムゼロカスタムのプラモデルの進化の歴史をご紹介します。いいだろう。これが最後の出撃だ。まず、最初に発売されたのがこちら。100分の1ウィングガンダムゼロカスタム。発売日、1997年4月。OVA 公開当初に発売されたキットです。初めてのキットにして100分の1で登場しました。現在のプラモデルと比べると、パーツの色分けや可動域に難点があり、特に股関節や膝の可動に限界があります。また、この時代の100分の1スケールのガンプラの肘関節は、武装の重みに耐えられず、逆方向へ簡単に曲がってしまうことや、武器専用の持ち手がなかったので、ツインバスターライフルをかっこよく構えることが難しく、劇中のポージングを取るには工夫が必要です。しかし、プロポーションはしっかりしており、グラマラスな感じに仕上がっています。現在では、マスターグレードが上位互換となりましたが、マスターグレードほど細い体型ではなく、がっしりとしつつもスマートになっており、全体的にかなりの高水準でまとまっているので、購入者から非常に評価の高い一品となっています。ちなみに、ウィングゼロは OVA 第1話において、ほとんど登場しなかったゆえか、100分の1エンドレスワルツ版プラモデルの第1弾は、ウィングゼロではなく、ナタクとなっていました。なぜだ、なぜなんだ。次に発売されたのがこちら。100分の1ウィングガンダムゼロカスタム SP オペレーション。発売日、1997年11月。発売された100分の1のパーツを全てメッキ加工したキットになっています。この当時は、こういったメッキ加工されたプラモデルは珍しかったため、とても斬新な試みでした。そのため、このプラモデルを完成させた時は、今までとは違った感覚を覚えるので、すぐみでも満足いくキットでした。ただし、現在のようなアンダーゲート方式はまだありませんでしたので、ゲート後の処理が課題となるキットでした。ノーコメントだ。こうして、100分の1という大きいサイズで発売されていたウィングゼロですが、ついに小さくして、同じギミックのプラモデルが発売されます。それがこちら。144分の1ウィングガンダムゼロカスタム。発売日、1998年4月。現在の一般的なハイグレードモデルになります。ですが、可動域の狭さやパーツの色分けは満足いくとは言えません。肘関節は90度までしか屈伸できず、股関節や足首も可動域は狭く、肩関節はスイングはしないため、見栄えのあるポーズを決めるのが難しいキットです。しかし、膝は二重関節なので可動域が広くなっています。また、握り手、持ち手、平手の3種類の手首パーツが用意され、さらに、ラストシューティングのポーズを再現できるように、決めポーズ用に、角度がついたボディも付属されたので、付け替えによって、劇中の興奮が再現できるようになりました。プロポーションに関しては、首が短めで、足が大きく感じるという意見もありますが、全体的に非常にまとまっていて、当時のプラモデルとしては、かなり優秀な出来栄えでした。その後、特別感を出すために、パーツに特殊な加工をしたプラモデルが発売されます。それがこちら。144分の1ウィングガンダムゼロカスタムメタルクリアー。発売日、
1998年12月。これも同じく前回の HG のパーツすべてメタルクリアを施すことで金属感のある感じに仕上がっています。ウィングゼロは美しいガンダムなので、メッキ加工やクリア化がとても似合うからか、こういったエレガントなプラモデルが多数発売されています。感情で行動することに異論はない。そしてついにこのモデルが発売されます。パーフェクトグレード60分の1ウィングガンダムゼロカスタム。発売日2000年11月。60分の1のパーフェクトグレードということで、内部骨格のゼロフレームを再現し、より人間に近いアクションを決めることができるようになりました。またこのプラモデルでは最大の特徴の一つとして、背部の翼の先端には金属プレートを軟質素材でコーティングした新技術ハイブリッドインジェクションを採用。これにより翼独特のしなやかさを再現しています。翼のリアリティの高さを意識して設計され、多くの方から好評を博しています。そしてパーフェクトグレードには電飾も内蔵されているので、ツインアイを光らせると起動のシーンを再現できます。ちなみにパッケージ内に豪華機体解説書があり、その中には主人公ヒーロユイ役の緑川光氏のインタビューも掲載されています。緑川光氏といえば数々の作品の主演声優を務めておられますが、解説書によればガンダムウィングが代表作と語っており、当時の面白い話が描かれています。購入者の方々からはその美しさやプロポーションの良さから非常に評価が高い反面、羽を広げると非常に大きくて場所を取るので、購入前に置き場所を確保しましょうという意見が出る一品です。褒めてるのかけなしてるのか。その後このパーフェクトグレードを経て発売されたのがこちら、マスターグレード100分の1ウィングガンダムゼロエンドレスワルツ。発売日2004年10月。このプラモデルからウィングガンダムゼロカスタムとは呼ばず、ウィングガンダムゼロエンドレスワルツ版という表記に変わりました。こちらでは主翼が展開するなどのギミックが搭載されました。各部の関節も広範囲に稼働し、専用ディスプレイスタンドが付属したことで、特徴であるツインマスターライフル発射形態をかっこよく飾ることができます。ただしやはり武器専用持ち手が付属しておらず、最近のプラモによくある手のひらの武器接続ピンもついていないので、ツインマスターライフルは上手に持たせることが難しく、ガンプラモデラーたちは接着剤やネオジム磁石で固定する等といった方法を用いてラストシューティングの再現を行ってきました。マスターグレードは精密なディテールが売りの反面、組み立てが複雑でもあるブランドですが、製作しやすいと評価が高く、初心者にもおすすめできるキットとして好評を博し、さらにベテランのモデラーの間でも回収しがいがあるということで評価の高いロングセラーキットとなっています。ゼロよ、俺を導いてくれ。そしてその次に発売されたのがこちら、パーフェクトグレード60分の1ウィングガンダムゼロカスタムパールミラーコーティングバージョン。発売日2007年6月。以前発売されたパーフェクトグレードにパールミラーコーティングを施したプラモデルになります。特殊な塗装は熟練したモデラーでないと美しく仕上げるのは難しいものですが、それをすでに施されているキットとして発売されたため、美しいウィングゼロを気軽に楽しみたい方々の心をぐっと掴んだキットになりました。しかし技術的にはすごいのですが、全てのパーツにパールミラーを使うと全体的にメリハリがなくなるのでしっくりこないという満足いかない声もありました。その後部分的に特殊なパーツを使ってリリースしたのがこちら、マスターグレード100分の1ウィングガンダムゼロ限定クリアパーツ付き。発売日2009年12月。こちらはガンダムプラモデル生誕30周年を記念して作られたプラモデルです。要所にクリアパーツを使い、内部がわかるように設計されています。ただしマスターグレードとは言ってもベースは2004年に発売されたもの。まだプラモデルの技術的に機体内部のゼロフレーム全てを再現するのは難しい時代でした。ちなみに2004年当時のその他マスターグレードシリーズのプラモデルといえば、フリーダムやボールバージョン過渡期などが発売されていた頃です。このプラモは特に足首は HG と同じように外装をつなぎ合わせて構成されているため、内部フレームが見えてもメリットが薄いと、この構造の甘さが購入者から指摘されることもあったようです。ちなみに私は購入したものの、クリアパーツはランナーのまま箱の中に眠っていたりします。俺はそれでも構わないが、
きにしろ。その後、あまたのガンプラによって構造を改善し、完成度を高めてリリースされたのがこちら。リアルグレード144分の1ウィングガンダムゼロエンドレスワルツ。発売日2014年12月。ついにリアルグレードで登場しました。実在の技術や設定交渉を踏まえて、機体特性に新たな解釈を盛り込んでディティールを再現しています。翼の内部構造は、大気圏突入時と機体防御を考慮した装甲構造を羽状モールドで表現。また、翼による推進制御技術を考慮し、特徴的な翼の形状と3次元可動を実現しています。内部フレームは、人間の動きに迫る可動域を表現するためにアドバンスドモビルスーツジョイントを採用。内部フレームに装甲を装着させる組み立て方式なので、表情豊かに動かせ、あらゆるポージングが可能になったので、今までのプラモデルにはない躍動感のあるポーズを再現できるようになりました。特徴的な羽は可動域も多角的になっており、翼の細部にもこだわっていて、非常に美しく仕上がっています。なお、ヒット発売と同時に、リアルグレード144分の1ウィングガンダムゼロエンドレスワルツ用拡張エフェクトユニットセラフィムフェザーがプレミアムバンダイより発売されました。これを合わせることで、ウィングゼロがより魅力的になります。特に、写真映えを目指す方におすすめの一品ではないでしょうか。購入者の方々の意見としては、ポロリ問題や手首の保持力だけはどうしても限界があるため、特にラストシューティングのポージングにはまだ課題が残ると言われるも、総合評価はかなり高く、その美しいデザインや可動範囲といった完成度には多くの好評の声が寄せられています。やるな、ウィングゼロ。そして進化はさらに加速し、次に発売されたのがこちら。ハイレゾリューションモデルウィングガンダムゼロエンドレスワルツ100分の1。発売日2017年9月。至高の完成度であるハイレゾリューションモデルとしてリリースしました。ハイレゾリューションモデルとは、劇中の機体設定を素材の組み合わせとデザインアレンジによりハイレゾリューション化すなわち高画質化することをテーマとして設計されたプラモデルのことです。ちなみにハイレゾリューションモデルはプラモデルではありますが、完成して梱包されているフレームに外装を組み合わせていく構造となっているため、初めてハイレゾシリーズを組み立てる方は驚かれるかもしれません。このモデルでは異素材を組み合わせることで、各所可動部には豊富なギミックを取り入れ、内部骨格フレームは樹脂素材と金属パーツを複合することでリアリティと重量感を両立し、驚異の可動も実現しています。胸のゼロシステムは各部が展開し、装甲の隙間からフレームを覗かせ、立体感ある装甲を再現しました。また装甲にはメッキやグロスインジェクションを採用して、パーツ単体でリアルな質感があります。さらにウィングゼロカスタムを象徴する翼は従来の4枚構造ではなく6枚の大羽で構成されました。そしてさらに敗者たちの栄光版に登場する変形機構が搭載されています。劇中のスラッとしたデザインから一変して随分とマッシブなデザインに生まれ変わりました。このキット、デザイン面で意見が分かれるのはもちろんですが、ハイレゾの宿命というべきか、フレームが組み立て済みであるがゆえに塗装の難易度が高い、パーツの外れやすさや壊れやすさに個体差がある、フレームが破損すると部品代が高いので可動範囲を生かして遊ぶのが怖いという意見が上がっており、賛否両論が分かれる一品となっています。なお、このキット発売の1ヶ月前の8月に完成品モデルのガンダムフィックスレギュレーションメタルコンポジットウィングガンダムゼロエンドレスワルツ版が発表されており、こちらは劇中の印象になぞったデザインで、同じくネオバード形態への変形機構を備えた機体となっています。この時期はガンダムエースで漫画敗者たちの栄光が連載されており、ちょうどウィングゼロが登場した頃なので、販売促進のためマッシブなハイレゾ版、そしてスタンダードな GFF 版の2パターンの展開がなされたのかもしれません。ウィングゼロが見せた未来から俺が選んだのはこれだ。そして2020年、ついに今までのプラモデルの集大成として発売目前となっているのがこちら。マスターグレード100分の1ウィングガンダムゼロエンドレスワルツバージョン過渡期。発売日2020年11月。本機体のオリジナルメカデザイナーである加藤木はじめ氏完全監修により設計され、完全新規造形で立体化されました。以前のマスターグレードウィングゼロでは肩関節の引き出し角度には限界がありましたが、
XXXG フレームで採用された二重構造を搭載。さらに、マスターグレード、フリーダムバージョン 2.0 等で採用されていた胸部左右のスライド機構を採用することで、自然に腕部が正面に押し出す構造となっています。また、腰部が前屈できるようになりました。今までは、ツインバスターライフルの保持に難がありましたが、このプラモデルでは、腕部にツインバスターライフルの保持サポートギミックが搭載され、前腕カバーのスライド構造によって、ライフル固定用のジョイントを確保しています。これにより、自然な形でラストシューティングのポーズを楽しめるようになっています。また、脚部に関しては、同じくマスターグレードフリーダムバージョン 2.0 のように股関節が展開し、初登場時の足を内側に閉じるポーズが再現可能。そして、昨今のマスターグレードでは、おなじみの太もも、膝関節のスライドギミックに加え、MGEX ユニコーンガンダムでも採用されているようなふくらはぎの展開により可動域が拡大し、さらに自然な膝立ちが実現されています。また、模型としては、初のツインバスターライフル収納ギミックが搭載されました。折りたたんだ状態のツインバスターライフルを主翼の裏に収納することができます。劇中では、どのようにしてバスターライフルを地上へ運んだのかが不明でしたが、ついに長年の謎に終止符を打つ時が来たようです。また、GFF にあったようなゼロシステム発動時の表現として、頭部の耳に当たる箇所の展開と胸部中央のセンサーが展開するギミックが搭載。さらに、敗者たちの栄光弾のシールドを付属し、4枚の翼で飛行する大気圏内モードと2枚の翼で宇宙をかける大気圏外モード。2種類のネオバードモードに変形できます。なお、手のパーツは XXXGK シリーズ同様、差し替え式が採用されています。十分な結果だ。余談ですが、マスターグレードシリーズにおいて、エンドレスワルツのプラモデルは、敗者たちの栄光版が発売されてからアニメ版が発売されています。2004年には、ウィングガンダムエンドレスワルツが発売されてから、ウィングゼロエンドレスワルツが発売。その後、2010年4月に、新機動戦機ガンダムウィングの基礎フレームである XXXG フレームを搭載したテレビ版ウィングガンダムが発売され、テレビ版のガンダムが、ついにマスターグレードで出るのかと期待したのも、つかの間、次に発売されたのはガンダムデスサイズエンドレスワルツ。その後、デスサイズヘルエンドレスワルツが発売。それ以降も、まず、敗者たちの栄光版が発売され、ついには、映画機体が、すべてプレミアムバンダイでの発売のみとなっています。認識が足りないな。そうじゃない。他にも、プレミアムバンダイでは、リアルグレードで、チタニウムフィニッシュ版やドライツバーツ装備などが発売されていたり、GFF では、フローズンティアドロップのスノーホワイトが発売されたりして、敗者たちの栄光が前面に押し出されている印象を受けるガンダムウィングですが、今後は、どのような方向へ進むのかが楽しみです。しかし、マスターグレードウィングゼロテレビ版はまだでしょうか。俺たちは、あと何回ゼロを作って待てばいいんだ。今回は、これで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければ、もう一本、動画を見ていただければ、とても嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。